こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1972年に当たり社が発売したポン、いわゆるアーケードゲーム機の最初期のヒット作です。これを作っていきます。テレビゲームの最初の製品は何かというと、1971年にナッチングアソシエイツ社という会社が出したコンピュータースペースと言われています。ただしこれは商業的には失敗に終わった。その翌年、そのゲームを企画して開発したノーラン・ブッシュネルという人がアタリという会社を設立してリリースしたのが今日作っているポンです。ポンという名前はテニスなどでボールを打ち返す時の音から来ていると言われていますね。またアタリという会社名は囲碁の当たりという用語から捉えたものだそうです。ではポンというのはどんなゲームかというと、ひたすら2人のプレイヤーがボールを打ち返し合うテニスゲームでした。画面に白いボールとテニスのラケットに当たるものが表示され、それを上下して打ち合うものでした。これが大ヒットとなり、ビデオゲームという産業がここから生まれたと言われています。もっともテニスゲームとしてはこれよりも前に原型がなかったわけではないようです。一つは1958年にヒギンボサムという人が作ったテニスフォーツーというのがあるということが定説になっています。このヒギンボサムという人は原爆開発のマンハッタン計画にも関わり、世界最初の原爆の実験も目の当たりにしたという物理学者でした。なぜ物理学者がゲームなんか作ったのかというと、当時の勤務先が核エネルギーの平和利用を目的としたブルックヘブン研究所というところで、その一般市民向けの研究所公開のお楽しみとして作ったそうです。オシロスコープ用の5インチの円形スクリーンを使って2人のプレイヤーがボタンのついた箱型のコントローラーを使ってテニスゲームをやりました。これの原理ですけど、彼は核物理の研究所に入る前に爆撃機の B29 に搭載されるレーダーの技術者だったそうです。そのスクリーン上の表示を増幅する回路を発明して特許申請までしていた。爆撃機のレーダーの画面が最初のテレビゲームになったと言っても良いと思います。ヒギンボサムに関しては発明しちゃったという本に詳しくあるのでご覧ください。もう一つ、ポンが発売されたのと同じ1972年に家庭用ゲーム機オデッセイというものが発売されています。これ用にテーブルテニスというゲームがありました。当たり社のブッシュネルはこれに触発されてポンを開発したと言われています。もっともテニスゲームに関する特許は1964年にサンダース・アソシエイツという会社によって申請されており、それをオデッセイの発売元であるマグナボックス社が買い取ったのだそうです。ところがそれらよりもゲームとしてはポンの方が断然面白かった。ポンは今でもいろんなコンピューターやゲーム機の上で、オリジナルに近いものや改良版を遊ぶことができます。ただボールを打ち返すだけで面白い、わずかなゲームの内容の違いが大きく返ってくる例だと思います。このブロックのシリーズでやった日本最初の家庭用ゲーム機であるエポック社のテレビテニスも、あれだけ単純なのに熱くなりましたよね。僕自身はこのゲームを最初に体験したのはまだ発売からそれほど経っていない頃に、水上温泉にあるホテルでですね、お風呂から上がった後に浴衣のまま卓球をするような娯楽部屋みたいなところにありました。正確な年代も分からなくてオリジナルのポンではなかったのかもしれませんが、真っ暗な画面の中でただボールを打ち返す、まだスペースインベーダーなどのテレビゲームブームがやってくる前の頃ですね。ということでできました。その後のゲーム産業を生み出すことになる、そしてアタリというゲームやコンピューターの世界では非常に重要な役割を果たした会社、その誕生にも関わっている、歴史的なアーケードゲーム機といえますね。
初期のアーケードゲーム筐体、どれを作ろうかなと思ったんですけれども、やっぱりポンのこの木製のキャビネットに黄色いフロントパネルで、この上の方にねポンって実は書いてあるんですけれども、これしかないなということでポンになりました。ということで来週もやります。見てください。